皆さんこんにちは。今日週末なんですけど、動画撮ってる日か皆さんもう楽しい週末を過ごしているんでしょうか。今日は私は久しぶりにトラベラーズノートを持ってきたんですね。で、前にずっと持ってきてたブラックとかキャメルじゃなくてまた別なものが登場したんですけど、これは多分2、3年前でしたかね。なんかこうその時に香港でトラムエディションちょっと発音わかんないですけど、トラムエディションとして発売されてた限定商品ですね。それはなんか運よくこう買うことができたので持ってるんですけど、ここに入ってる挟んでるこう2冊のこうノートについてご紹介したいと思います。これ結構前に使ってたノートを入れてるんですけど、まずはこれですね。なんかこうすごく幼稚なこう表紙かもしれないんですけど、なんか昔、トラベラーズノートを使い始めた時期ですかね。結構初期段階にまた私もなんかいろいろ工夫をしたんですよ。いろんなトラベラーズノートを使ってる方々の動画を見たり、その時は動画あんまりなかったんですね。なんかこうブログを見たり、コミュニティでなんかこうなんていうかティップとか見てて、あれいいな、私も真似したいっていうことでやってたので、なんかそういう風に使ってたこうノートの一つなんですけど、日記を書いてたんですね。日記を一応書いてて、自分なりにすごくなんかノートっぽくこう入れて、このように2014年だったみたいです。はい。でこれをなんかこう2013年から4年ですね。多分日付見たらこのようになんかこう写真貼りながらしてって、いろいろこう自分なりの日記を書いたんですよ。なんかこうなんか日記ってそうですね、結構いいですね。自分が何をしてたのかがちょっと出てくるから、今ちょっとこういうことあったなっていうのを改めて今見てるんですけど、こんな風になんかこう、写真日記、絵は私下手なのでこういう風に使ってました。なんかこう今はちょっと多分無理かな的な気もするんですね。だんだんなんか字が多くなってる気がするんですよ。文字だらけになったり、こういう風に、使ってました。はい。でも今日はこれを紹介したいわけじゃなくて、実は前のノートをご紹介したいんですよ。これなんか普通のなんか一般のなんかエンディペーパーのこのリピールノートなんですけど、実はこれ捨てるか捨てないかと悩んでたノートですね。なぜかというと、これ見たらわかるんですよね。なんかこう前に私動画でもご紹介してたこうクロノデックスっていうそういうダイヤリーシステムを使ってたんですけど、その時にもう1冊で2ヶ月とか1冊で1ヶ月をずっと使ってたので、こういうふうにクロノデックススタンプをいっぱいこう取っといてこう使うなんかノートを作っといてたんですよ。でその次の年になって、その時からまたクロノデックスを使わなくなったので、その時期は。このノートがいらなくなってしまったんですね。でもいっぱい取ったから、実はこのノート1冊買うのも何ていうか、1冊そんな高くないとか思うかもしれないんですけど、これがたまったら結構大きい金額になるんじゃないですか。ちょっともったいない気がしてて、これちょっと捨てるのももったいないし、どうしようかなと思ってた時期に、ちょうどその時に私がハマってったものがあってて、つけペンあるじゃないですか。でつけペンで字を練習するのを結構やってたんですよ、その時期に。別に習ったわけじゃないんですけど、結構インクでそうやって遊ぶのがすごく好きで、なんかいろいろ書いてたんですけど、その時期によく使ってたのがこのマルマンのこう手帳ですね。ちっちゃい手帳、このサイズの手帳なんですよ。このサイズの手帳っていうのがすごく大事で、なんかこれでなんかこう遊んでたんですよ。でこの手帳、今でも発売してるんですけど、多分昔のデザインですね。これが最近ですかね。でこれ方眼なんですけど、後ろのところはもう何もないんですよ。柄がないので、ここになんか結構練習をしてたんですね。で昔使ってたのを見てみると、こんな感じで結構書いてたんですよ。いろいろ色を変えながら練習もしたり。でここをまたいいのが、ここに点線があるんで、ここをこうやって綺麗に取ることができるんですね。すごく細かくこう入ってるので結構綺麗に取れるんですよ。でこれを
ここに貼ろうと思いました。こうやって貼ると結構なんていうか隠せるし見えないし、まあ結構綺麗にこうつけるんだなと思って、しかもなんか結構大きさもぴったりだったので、それでもう貼り始めて、貼る時にはもちろん私がすごく愛用してるこのグルーテープでこうテープのりですね、テープのりでこう縫ってつけたんですけど、実際結構使ってました。はい、まだこう見えるように最後までは使い切ってはないんですけど、今でもたまに書いてるんですが、こんな風にこうつけるんですよ。はい、で結構、こんな感じでやってたんですけど、字が綺麗かどうかは分かんないんですが、自分が書いてたので、自分がなんかこう字を書く練習でどういう風に色が変わる、色じゃなくて実力でもあれなんですけど、字がどうやって変わるのかとか、日本語も練習してるんですけど、日本語本当に難しいんですよ、書くの。綺麗に可愛くは書けないので、ちょっと練習したいなと思うんですけど、こういう風に貼ったら結構なんていうか、捨てるべきだったノートが意外と結構いいスクラップブックになった気がします。で、私のようにこういう字を貼ったりするのもあるんですけど、皆さんはこういうなんていうか捨てるしかないんだけど、なんかもったいないなっていうノートないんですか？持ってないんでしょうか？で、その時になんかいろいろ写真でもいいし、いろんなスクラップができれば結構活用できるんじゃないかなと思いました。で、私はこういう形で結構使ってるんですけど、最近なんかポートプリンターとかなんかインスタックスとか結構いろいろあるので、そういうものでなんかこう貼って隠すみたいな感じで活用してもいいかな的な気がします。で、皆さんももしそういう悩みがある方は是非試してみてください。はい、こういうある意味ちょっとなんかくだらない動画かもしれないんですけど、私のこういう経験も紹介したかったので、こういう風に動画にしてみました。はい、今日もすごく最後まで見ていただき本当にありがとうございます。また別の動画で会いましょう。バイバイ。